皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はちょっとドール用ではないんですけれども、以前にねこちらの動画でひんまりちゃんに帽子を編んだ時に使用した糸がですね、こちらセリアさんのでベーシックツイードという糸なんですけども、この糸がね2色まだ余っていたので、ちょうど1玉使って小物入れを編んでみました。なのでちょっとその編み方をご紹介したいなと思います。裏を見てみるとこんな感じでスクエア型になっていて、一辺が11センチくらいのスクエア型になっています。では1玉編んでいきます。この1玉は 25g 約41メートルあります。使用するかぎ針は6から8号とありますので、今回は7号で編もうかなと思います。で人差し指にですね、2回2回糸を巻きつけて、で1回引き抜きます。はい、これで輪の作り目ができました。でそしたら輪の中に細編みを8目編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、で輪の中に細編みを1、細編み2、細編み3、4、5、6、7、8と、8目ね細編みを編んだら、最初の細編みの頭にですね、ここに引き抜いて、よいしょ。はい、これで1段目が編めました。輪っかのね真ん中が空いているので、ここは絞っていきます。はい、これで1段目が編めました。次2段目です。2段目はですね、今1段目は円の状態なんですけども、2段目からは正方形の形にして編んでいきたいので、鎖編み3目で角を作りながら細編みで編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、ここの立ち上がりの場所にここに角をまず作ります。立ち上がりの同じ場所に細編みを1目編んで、そして鎖編みを3目編んでから、先ほど細編みを編んだのと同じ場所にもう1目細編みを編みます。ここが最初の角っこで、次の辺のところは細編みを3目編みます。今最初に1目編んでいるので、ここで1目で、次2目で、次3目目1目ずつ増減なく編んで3目細編みを編みます。そしたらまた次ここの部分が角になるので、鎖編みを3目編んで、そしてちょっと向きを変えて、今度またこっち側の辺を作っていきます。なのでここと同じ場所にまた細編みを1目編みます。でまた1つね角ができました。で細編みを1目編んだので、あと2目ここと、次は隣の目に、3目目ですね、3目細編みを編んで、でまた次ここが角になります。鎖編みを3目編んで、でちょっと向きを変えて、先ほどと同じ場所にもう1目細編みを編みます。はい、ここは角ですね。で細編みを3目、1、2、3目、3目細編みを編んで、角なので鎖編みを3目編んで、でまた同じ場所に細編みを編むと、で最後ここの辺に細編みを1、2目編んで、で最後の3目目はここですね、2段目の最初に編んだ細編みがここの最後の
目になりますので、この最初のね細編みの頭に引き抜いて、ここの一辺がね細編み3目になりました。これでね2段目が編めました。ちょっと2段目を編んだ段階でサイズを見ておくと、一辺の長さが約 3.5 センチくらいですね。で次3段目ですね。3段目は先ほどと同様にここ細編みで編んでいって、また角を鎖編みで作るんですけども、その際にここの鎖を側に拾って1目、反対側も鎖を側に拾って1目、2段目ではここの細編みが3目だったんですけども、両サイドに1目ずつ追加して5目に増やします。で5目にしてから鎖編みを3目編みます。他の辺も一緒ですね。ここも細編み3目だったのが両サイド1目ずつ増やして、細編みを5目に増し目して、で角に鎖編みを3目編む。ここも5目編んで、ここも5目編んでっていう感じで、全ての辺にね2目ずつ増し目をしながら編んでいきます。で、その3段目4段目5段目とずっと続くんですけれども、全部それぞれ編み方は一緒で、このサイドのこの両サイドの鎖のところを側に拾って2目増し目をしながら、どんどん四角形をね大きくしていくという形で編んでいきます。実際に編んでいきますね。まず鎖編み1目で立ち上がって、まずは前段の細編みの頭なので、ここに1目細編みを編みます。そして次はここの鎖を側に拾って細編みを1目編んで、いっぺんに増し目をします。そして角なので鎖編み3目を編んで、でちょっと向きを変えて次こっちの辺に移動します。まず鎖を側に拾って細編みを1目編みます。で前段の細編み3目のところはそのまま1、2、3目ですね。3目編んで、で鎖を側に拾ってもう1目細編みを編んで、合計ここの細編みが5目になるように編みます。そして角なので鎖編みを3目編んで、次こっちの辺に移動して、この前段の鎖を拾って細編みを1目、そして前段の細編みのところは細編み3目編んで、そして前段の鎖は側に拾って1目で細編みが5目の状態にして、そして角の鎖を3目編みます。同様にしてここの辺も編んでいきます。1、2、3、4、5で角123目鎖編んで、でここ拾います。で最後の辺は立ち上がりの場所があるので、もう今すでに細編みを1、2目編んでいるので残り3目ですね。1、2、3目細編みを編んで、で最初の頭に引き抜いて、これで3段目が編めました。2段目よりもね一回り正方形が大きくなっています。次4段目ですね。4段目も同じようにして編んでいきます。今前段の細編みが5目あるので、両サイドに1目ずつ追加して、一辺が細編みが7目、一辺の細編みが7目になるように編んでいきます。で角のところには鎖編みを3目変わらず編みます。それが4段目で、5段目6段目も同じで、5段目の場合は一辺が9目になるように、で6段目の場合は11目になるように、両サイドにね1目ずつ追加して編んでいきます。まず4段目ですね。鎖編み1目で立ち上がって、まずは細編みを
2目あるので2目編んでから、この鎖を側に拾って細編み、角に鎖編み、次こっちの辺をまずは鎖を側に拾って細編みして、5目のところはそのままね、全く編み方は一緒です。それぞれの辺のね両サイドに2目増し目をして編んでいくということで、仕掛けをね広げていきます。なのでね、一周で考えると、1つの段で8目ね増し目をすることになるかなと思います。で今4段目ですね。4段目5段目6段目編み方は一緒で増し目をしていくという形なので、6段目の終わりまで飛ばさせてもらいますね。今 1,2,3,4,5,6 段目までね編んできました。角のところ隙間が空いて模様がねできてます。で底面の部分はあと1段編んで終わりです。最後の7段目も今までと編み方はほぼ一緒なんですけれども、角のね鎖編みをずっと3目で編んできたんですけども、最後の7段目だけは2目に減らして編んでいきます。細編みのところは同じように両サイドに増し目をして編んでいきます。はい、じゃあ最後の底の部分ですね、7段目を編みます。細編みから編んでいって、で前段の鎖は側に拾って、そして鎖を2目に減らして編みます。で次の辺に移動して、まず増し目用の細編み、そしてこの前段は11目ねあるので、そのまま11目細編みを編んでいって、で前段の鎖は側に拾って細編みを編んで、で鎖を2目編んで次の辺に移動して、細編みを編んでいきます。で最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これで7段目が編めました。またサイズを測っておきます。約 10.5 センチくらいの正方形ですね。ちょっとここ切っとこうかな。ここからはね側面を編んでいきます。7段目の時に細編みをね1つの辺にここに13目と、で鎖編みを2目ずつ編んでいると思うので、次8段目はですね、細編みのここ13目プラス両サイドの1目ずつ鎖を拾って、そこをね1つの辺とします。こっちも13目と鎖1目鎖1目全部合わせて1つの辺が15目になるようにしていきます。15目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 、1周の目は60目になります。で8段目はね立ち上がりなので筋編みをねしようかなと思います。筋編みで全ての目を拾って1周ね60目編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、最初はここの目ですね、ここの目ですけど筋編みなので向こうの半目だけ拾って細編みを1目編みます。で次はここ向こうの半目だけ拾って細編みを編みます。次隣ですね、1目ずつ向こうの半目を拾って細編みの筋編みを編んでいきます。角のところには鎖編みが2目あると思うので、この鎖編みもね1目ずつ拾って向こう半目だけ拾って細編みで、
で鎖1目を拾ったら次はこっちの面ですね。で今度こっち側の鎖編みを拾います。そして次は前段の細編みのところ、前段の細編みのところを筋編みで1目ずつ編んでいきます。一周編んできたら最初のね細編みの頭に引き抜いて、はい、これで8段目が編めました。次9段目です。9段目は細編みです。ひたすら細編み、増減なくですね、前段の60目のままで細編みを1周60目編んでいきます。これでね1周編めました。こうやって角をちょっと作ってあげて、はい、次10段目です。10段目は模様編みを編んでいきます。で模様編みは3目で1つ3目で1つっていう模様編みになっているので、一辺が今15目あるので 15÷3 で1つの模様がね5個できる形になります。ちょっと分かりやすいように角の一番角のところにね、印をつけようと思うんですけど、ここが最後のね鎖編み2目の角のところで、そこに筋編みをね編んでいるので、ここが角ですね。角で次のこの目が次の辺ですね。こうなります。なのでこの1個前のここの目までがこっち側の辺の目になります。模様編みがね3目で1つなので、途中で角にかかるとちょっと変なので、ここの隅までに3目収めたいので、遡ってここ123目で1つ123目で1つとなると、ここをスタートの目としたいので、今糸が隣の位置にあるので1目だけね引き抜き編みでここの目に隣の目に移動してから、ここから模様編みをスタートさせます。ここの目をスタートとして、まず細編みを1目編んで、そしてね同じ目にあと中長編み1目と長編み1目を編みます。同じ目の中に中長編みを1つと長編みを1つ、はい、編んで、こうですね。でこうちょっと斜めの形ができたので、2目飛ばして3目目のところにまた細編みを編みます。細編みと中長編み、そして長編みを編んで、2目は飛ばします。で隣の辺に移動して、こっち側ですね。ここから模様編みをスタートさせます。細編みを編んだので中長編み、そして長編み1目ずつ編んで、2目飛ばして次の目にまた同じ模様編みの3目を編みます。で2目飛ばして細編み、中長編み、そして長編みで2目飛ばしてまた繰り返しですね。この
3目で1つの模様っていうのをずっと繰り返していきます。でさっきも言ったように1つの目に15目あるので、5個のね模様編みができて、かける4辺で20個ね模様編みができるかなと。はい、最後まで編んできました。細編み中長編みを編んだところです。で2目飛ばして、で次細編みなんですけども、これで1周終わりなので、最後は最初のね細編みの頭のところに引き抜いて、はい、これでね1周が編めました。こんな形になっています。はい、では次11段目ですね。11段目は、先ほど10段目で編んだ細編みがあるんですけども、そこの細編みの目を拾って編んでいきます。細編みの上にまたさらに細編みを編むという感じですね。まずは鎖編み1目で立ち上がって、前段の細編みのところなので、そこに細編みを1目だけ編みます。で細編みを編んだら、次は鎖編みをね2目編んで、そして次の模様の最初の細編みの目、ここにまた細編みを編みます。でまた鎖編みで前段を飛ばして、で次の模様編みの最初の細編みの頭ですね、ここに細編みを編みます。で鎖編みを2目編んで、でまた次の模様編みの最初の細編みの頭に細編みを編みます。このようにね鎖編み2目と細編みで1周編んでいきます。で細編み2目を編んで、最後はこの最初のね細編みの頭に引き抜いて終わりです。これで1周編めました。次12段目と13段目は同じように、この10段目11段目と同じものをもう1段編みます。なのでね編み方は一緒です。ですが12段目はこの前段のねここの細編みを拾って、この中に3目ですね、細編みと中長編みと長編みを1目ずつ、20段目と一緒です。ここ編み入れて、前段の鎖2目は飛ばして、で今度また細編みの目ですね、前段の細編みのところに細編み、中長編み、長編みを1目ずつ編んで、で鎖2目を飛ばしてまた編んでいくっていう形の繰り返しです、ね、編み方自体は10段目とね全く一緒です。じゃあここは繰り返しなのでちょっと飛ばさせてもらいますね。はい、13段目まで編んできました。13段目は細編みと鎖2目、細編みと鎖2目でずっとね1周編んでいます。11段目とね同じ編み方ですね。でこれで今13段目まで編めたので、模様編みのところはもうこれで終わりで、14段目15段目はね最後細編みでずっと編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、最初の細編みのところは細編みを編んで、で次前段の鎖がね2目あるんですけども、ここはもう即に拾って細編みを2目
編みます。で次また細編みなので、細編みのところは細編みを1目で、鎖2目のところは鎖を2目、細編みを2目編んで、増減なくですね、細編みを編んでいきます。なのでね、一周の目はね60目のままですね。最後なのでここですね、最初の細編みの頭に引き抜いて終わります。はい、これで14段目が編めました。はい、15段目もね細編みをずっと増減なく編んでいくんですけども、途中でね持ち手の部分を作りながら編んでいきます。持ち手いらないよっていう場合はもうそのまま細編み60目で、もう一段編んでもらったらいいかなと思います。まずはね細編みをずっと増減なく編んでいきます。ここの面のところは立ち上がりがあるので後ろに回したいので、次のここの面のところに持ち手を作っていきます。角のところはここですね、ここがね最初の目の細編みのところなので、ここから次の辺に入ります。ここですね、ここから1目目、1つの辺に15目あるので、まず最初のね4目を細編みで編みます。1、2、3、4目、そして次は鎖編みで持ち手を作ります。鎖編みは6目、1、2、3、4、5、6目編んで、前段の目を7目飛ばします。1、2、3、4、5、6、7目飛ばして、この8目目のところから残りの4目ですね、あと4目、1、細編みを編んで、はい、これでねこの面に持ち手を作る土台ができました。で次はこっちの面ですね、ここはそのまままたね細編みを15目編んでいきます。ここがね正面になります。13、14、15目編めて、またここの細編みが続いているここの面からスタートです。最初に細編みを4目編んで、1、2、3、4目編んで、鎖を6目で持ち手を作ります。4、5、6、前段を1、2、3、4、5、6、7目飛ばして、8目目から残り4目ですね、4目細編みを編みます。でここからは最後の後ろの面ですね。1、2、3、で一周編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、これで15段目が編めました。で最後16段目です。16段目はちょっとここの持ち手をもうちょっと太くしたいので、ここのところだけ細編みを編んで、残りのところはずっと引き抜き編みで編んでいきます。はい、じゃあまず引き抜き編みで移動していきます。前段鎖6目のところはここの中にね細編みを10目編んでいきます。1、2、3、4、
10目編んで、引き続きね細編みのところは引き抜き編みで編んでいきます。またもう一箇所の持ち手のところは、鎖をね側に拾って細編みを10目編みます。持ち手のところ以外は引き抜き編みで、これでずっと最後まで編んでいったら、糸も切って、で糸始末をして、これで完成です。角のラインをちょっと整えて、12345こんな感じです。でそこはねスクエア型ですけど、そんなにきっちりと角を作っていないので、こんな感じで横を崩してね使ってもいいかなと思います。これは7号で編んで、残りの糸がこのくらい余りました。で白い方、こちらはですね8号針で編んでます。8号針で編むと結構ギリギリな感じで、残りの糸がね50センチもなかったかなと思うんですけども、8号針でもギリギリ編むことができました。今回はこのようなねベーシックツイード1玉でね小物入れを編んでみました。ドール用だけじゃなくって、このような大きなものもね編んでいこうかなと思ってますので、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。